皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、私の後手番での五間中飛車に進みました。五間の中飛車と言いますとね、近藤正和六段がね、非常にお得意とされていて高勝率を誇ったね戦型であります。今でもね、近藤六段を中心にね、戸辺七段や、久保九段などね、五間中飛車は非常にね愛用されている棋士が多いんですけれどもね、アマチュアの方の中でもね、かなりこの五間中飛車はね、好きでね、得意戦法だよという方、あるいは、五間中飛車でねいつもちょっと対策に苦労されてるなって方もね多いんではないかなと思っております。今回はね、そういった序盤戦、特にね、五間中飛車に対する攻め方、あるいは五間中飛車側の受け方といったあたりを中心に大盤で解説していきますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速大盤でね、本局振り返っていきたいと思います。本局、私が後手番でした。ですのでね、私が後手番、将棋王座の画面とは逆になりますね。はい、先手が相手の方ということで、2六歩、2六に対して、3四歩、7六歩に、この次の手がね、五間中飛車ならではの手ですね、5四歩と、突きました。角道を止めるのが非常に昔からある中飛車、振り飛車、これで中飛車もあるんですけど振り飛車なんですが、5四歩とね、中央をね角の頭を受けないで突くのがね一つね五間中飛車のポイントの一手になります。そして6八玉とこのね5四歩で結構相手のね、作戦、後手の作戦が五間中飛車と決まったので、ここはね先手の指し方もたくさんあるところです。本局は6八玉が非常に穏やかな一手ですね。なぜ穏やかかと言いますと、6八玉と上がることで、5八2飛車とね実戦回りまして、7八玉に、5五歩ということで、先手番としてはねこう中央に中飛車されるんだけれども、5筋のね位も取らせるんだけれども王様の囲いを優先するという指し方ですね。一例を挙げますとね、他にも一例を挙げますと、ここでね、2五歩と突いて、例えば5二飛車にね、仮の話ですけどね、仮にこれ2四歩などいくと非常に激しい将棋になるわけですね。許さんというね、これですとね先手もよく言えばね先手番らしく積極的に動けてるんですけど、リスクも非常に高いんですよね。後手の方の五間中飛車の方の反撃もあるので、これはね好みもねあると思うんですけれどもね、6八玉から、7八玉で5五歩を許すという指し方は、非常にね、ゆっくりとした指し方をね、比較的、序盤早々の大乱戦は避けたいという、指し方ですね。はい。で5五歩に対して4八銀と上がりまして、で後手番としてはね、これで5筋を位を取って中飛車ができたので、6二玉と王様を囲っていきますね。はい、6二玉に対して5八金右、7二玉で2五歩、3三角とね、上がりまして、ちょうどねこの5筋の位を取って止めとあればね3三角で、ここで止めるのと同じ理屈ですよね。ここでこう止めて角で受けるのと同じ理屈で5五に位を取ってから、角で止めることができるということですね。はい、これはちょっと後手番としてはね、自慢のところですよね。4四歩と突くよりはね、より角が使いやすい状況で角上がれるのがこの五間中飛車のメリットといえばメリットですね。はい。で3三角、ここがね、先手打点のね方の分岐点、作戦の分岐点でしたね。どのように極端なことでもねどのように指しても形勢が大きくね動くということはないんですけれども、方向性としてはね、例えば6六と突いて7七角と上がって王様を寄って、香車を割ってね居飛車穴熊を目指すと、こういった指し方もね非常にいっぱいねプロの公式戦では非常に多く指されています。もうタイトル戦でもね指されているような格好ですね。対する後手はね王様寄った後に後手の方も穴熊に組んでしまうか、あるいはこのね居飛車穴熊の角を上がった手を咎めにこの銀を出ていって、イメージですね、こういった形でね角の頭を狙っていくのか、後手もねいろいろな指し手があるところですね。非常に実戦でも多くて、これだけねこれ一つの形だけでも解説するとものすごく、変化が多岐にわたるような、将棋になります。実戦はですねここで、3六歩と。この手はねちょっとやっぱり攻め味を見せた手になりますよね。6六というのはやはり角道がねお互いの角の利きが二重に止まるね、ここで二重に止まる感じになると将棋ってゆっくりした展開になるんですけど、3六はどちらかというとこの角がねいつでも5六とつけば極端にぶつかるような格好ですし、この振り飛車の弱点ですね。どの形の振り飛車でもほぼね、角がいる場合ですね、角交換型振り飛車を除けば、ほぼね必ず角と頭っていうのは振り飛車の弱点になるわけですね。角がいなくなれば、
2四歩といってねこう飛車がね角によって抑え込まれてるんですけれども、振り飛車の角をねどけることができれば飛車がさばけるので、当然ねこの角を目指して攻めるというのが、居飛車側の考え方のね一つになるわけですね。でその3六はその第一歩ということですね。で3六歩に対して、4二銀と上がりました。この手はだから3六歩にちょっとこうした手ということですよね。もちろんこう8二玉と寄って王様をねどんどん囲ってもいいんですが、やはりこの3六歩がねちょっとやっぱり後手としては気になるわけですね。例えば3七銀から4六銀と出てくる可能性もあると。こういった戦型の時に、例えば実戦はね違ったんですけども、4二銀と上がっておけば相手が3七銀なら5三銀という感じでね、自分の方も銀を繰り出してねこう角の頭を守るような感じで指すことができるよということですね。実戦は4二銀に対して、3八飛車とね、これはですね銀で対局編の時も言ったんですけども、銀でこう角の頭を狙うバージョンと飛車で本局のように角の頭を狙うバージョンね、居飛車も大まかに2つあるんですよね。角の頭を攻める場合でもですね、もう一つね、もちろん角の頭を攻めないで桂馬を飛んで桂馬の働きに期待するという指し方も考えられるところです。実戦は3八飛車と寄って角の頭を狙ってきたと。そして私は5三銀と上がりました。で5三銀に対して3五歩同歩同飛車とね、これが先手の一つのね攻めの形ですよね。ただね、飛車で来られてもね、飛車でいきなり角をこうバサッと切られてね形勢が悪くなるということは比較的少ないので、どちらかというとね銀で来られた時の方が気をつけた方がいいですね。銀でこう来られるとやはりこうね角の頭をこう歩で押さえられたと、例えば銀で狙われたりした時にね、銀はやっぱりこう角銀交換は嫌なので銀で来られる形は気をつけた方がいいですけど、飛車の場合は仮にね飛車を切ってきてくれれば、飛車が手に入ればすぐねこう飛車をこう反撃でね打つ手があるので、飛車に対してはねそこまでね気をつけすぎなくても大丈夫。銀の方がより気をつけろって話ですね。どちらかというと飛車を気をつけないというよりは銀の方がね、銀で出られる方が怖いということはあります。ただ飛車の方がこうやってスピード感ありますよね。銀は出てくるのに時間かかりますけど、飛車はスピード感がある。この辺り一長一短といった感じでしょうかね。で、3五飛車に対して5四銀と。4四銀と上がればこう飛車を狙えるんですけれども、飛車を引かれた後になんとかですね、ちょっとこの角銀が重いかなという感じですね。これで4五銀と使い方もありますけどね、ちょっとこうね飛車に対して向きになってね追いかけずに5四銀とねこの飛車銀歩の形、ちょっとね、形はね違うんですが、こちら側でよくあるんですけど棒銀の形とね飛車銀歩の格好は棒銀の形と一緒で、この形ね非常に理想形の一つなので、できればねこうまっすぐこう立ちたいんですよね。なので今回も5四銀と立ちました。ね、この飛車は先ほど言ったように、すぐに追う必要のない飛車ということですね。はい。で5四銀に対して、6六歩、そうなんですよね。この銀がねなんでこっちに出るといいかというと、状況次第でねここに出る手があるんですね。こちら側さっき4四に出ちゃうと飛車もう銀ほぼね、ここに出る形に限定されるんですけど、それをねグッと我慢して5四に出ておけば、ここにね出る手がね結構居飛車側からすると嫌なんですよ。おそらくねこう五間中飛車やられて中飛車をね相手にすることが多い方はね、ここに銀出られるの嫌だなと思われる方多いと思います。私もね居飛車側もそうやっぱりここに銀出られるの嫌なんですよね。例えば極端なこと言うとこうもう何とも指しますけどね、こういう格好になるとねすぐ角の頭玉のね後を狙われちゃうと。で6五銀って形がね受けにくいんですよね。この歩を取られるのはやっぱりこう取られちゃうと、ここに王様の目の前に銀がいるの嫌だからといってここに歩打つ気しないですよね。ここに歩打っちゃうと角使えなくなっちゃうと。でこの歩を取られちゃうと今言ったように飛車が回ってくるのでもちらつくし、例えば桂馬を取られるとここに桂馬を打たれるとか、非常にね目障りというか嫌な銀なんですよね。と言って出られないようでね、ここ取られないようにするにはこれしかないですからね、極端なことね。これだともうこう突かれてもむちゃくちゃになっちゃうんで、ただここに銀出られるだけでもね結構ね先手は嫌な格好ですね。この場合もしね後手の番で出られた場合は3六飛車という格好は一番いい受け方ですかね。ただこれもね5六歩と突かれていつでもこう止めながら、出てくる、すぐですとこう角なってね2枚ができるんですけど、ちょっと怖い格好なんですよね。ですのでこの5四銀の形、これ五間中飛車進めるようになってからはね5四銀の形をねなるべく作るというのがおすすめですね。やはり飛車に今からつられちゃうとかえってねこちら側にプレッシャーかけれなくなって先手は楽になってしまうという含みがあるというお話でした。で実戦はね、ここで5四銀に対して6六とついたんですけどね、こう突かせるだけでもね、中飛車側はねしめしめといった感じですね。こう突けば銀は出られないんですけれども、その代わりにこの角がね非常に使いにくくなるんですよ。なのでここがねこの皆さんにねこれお伝えしたねこの局面です。この将棋はここの局面からの指し方をねぜひね
五軒中飛車側でね、まあぜひ参考にしていただければなと。今ねこう銀が出てこう止められたところで何気ない局面なんですけど、ここでねまあここからの指し回しがまあ五軒中飛車、まあ部分的な定石なんですね。部分的な定石、まあもちろん圧倒的優勢を築くような手ではないんですけれども、まあ相手の動きの反動を利用してね振り飛車ならではのまあ自分のペースで戦うための手順になるわけですね。もちろんここで自然にね8二玉と打って7二銀と美濃囲いに組んどいても何ら悪くありません。これも一局の将棋、普通の将棋です。ただここでね4四角と、さっきね銀では合わなかったんですが角で合うのがねポイントの一手です。こう角が上がりまして、まあ飛車がねまあどこかに引くかなんですけれども、引くしかないですね。まあ浮く手もあるんですけど、浮きですとますますいいかもしれないですね。まあ本譜、まあ、3八飛車と引いたんですけど、こうね引いて、まあこれだけだとねただ1回出ただけなんですけど、これでね3二飛車と、このね組み合わせがねもう絶品の味というかね、これぜひ覚えていただきたいんですよ。ここにね飛車がこう角の頭をこうさばかれることってあると思うんですけど、この時に飛車取りに角を出てスッと回るっていうね、これがねもうすごい絶妙のさばきなんですよね。でもちろんこう飛車交換になれば、まあ飛車交換先手が望めばなるんですけど、これはね同金取っておいて、でまあただの飛車交換なんですけれども、次、まあ、後手の手番に来ればねいっぱい飛車打つ場所なんですね。これねいっぱい飛車打つ場所2八飛車とか打ってね桂香全然取れますってバラバラ取れる。で先手はこの番なんですけど、まあ、例えば4一飛車と、まあ、打つ場所は4一しかないですね。もう取られないように打つ場所で4一飛車と打っても3一歩と打たれるともう全く何も取れない。どころかこれあれですよね、次下手をすると銀上がって、まあ、飛車が逮捕されちゃいますね。これね飛車が逮捕されちゃう。なのでこう進めますとね、まあ、ただの飛車交換なんですけど、今がただの飛車交換なだけで、この後ねおそらく後手が駒得になるわけですね、やっていくと。で見てください、この角をね一発ここで食い止めてるのも非常に大きいんですよね。例えばまあこの、まあ、角がね通ってるとね、例えば先手の方もこう暴れていくような手があったりするかもしれないんですけれども、この後手の角はね非常にこう八方に効いて受けに効いてるんですけど、先手の角がこのまだ6六歩と突かされたことによって、まあ、非常に働き弱いですね。極端にいてもいなくても、まあ、極端なこと言うといてもいなくても同じような角になっちゃってると。なのでこれはね振り飛車のね成功形になるわけです。なのでちょっと繰り返しになってねくどい説明になってしまうかもしれないんですけど、まあ、ここ金がね4一であることがポイントで、角が上がった時に飛車がなれないわけですね。なので3四飛車もね、3四飛車ともよりいいですね。飛車もつけて絶対交換になりますね。で3六飛車でも飛車を回れば非常に受けにくい。仮に歩を受ければ銀を上がって歩を取れてしまうと。で実戦はですね、4四角3八飛車3二飛車という手に対してやはり飛車交換はね辛いということで3七銀と。まあ、これ最善の受けかもしれません。飛車交換されないでね歩を打ってしまうと銀を出られたりしてね歩を取られちゃうので、銀を上がってねこう防ぎに来たんですが、4五銀とね、まあこれででもじっくり組んでも得です。これで仮にじっくり組んでても非常に後手はね重い格好になってますよね。どちらがこう3筋を攻めたかわからないような格好になってて、まあ組んどくても有力でした。ですがよりね4五銀と出て強気にね出てしまって、でこれで銀がまあかなりこうプレッシャーをかけたわけですね。で4六歩と突きたいんですけど、4六歩には同銀とね取る手が成立するわけですね。同銀ですと飛車が浮いてで飛車をなってよしと。ですのでこれ非常にねこう大威張り、振り飛車が大威張りですよね。大威張りの格好ですね。で4五銀に対してですね、まあ、9六歩、この手はね対局編の時にも言ったんですけど、ライト型の非常にね力を示した手、すごいねやっぱ強い方だなという手ですね。やっぱりこの角が非常に働きが弱いので働かせようという手なんですけれども、そこでね3六歩ともう打ってしまって、これはね4六銀と出れば同銀同歩に4九銀というね、まあこれは痛いですよね。これ剥がされちゃうので、先手の方は4八銀とまあ辛抱したんですけれども、まあこれはどうでしょう。皆さんもちょっと前の局面を覚えていただけますが、さっきもまあですね攻める前は、こういう格好だったんですね。こういう格好だったんですね。こっから攻めていったら今最後ですね。こういう格好になったわけですから、これはあんまり先手のね攻めが飛車がこう寄ったけれども攻めきれてない感じですよね。ですのでちょっともうこれ非常に大事なところなのでもう一回、繰り返し、ご説明させていただくんですが、この時にねここがまあこういう形になった時はチャンスと見てください。4四角と上がって
飛車を引かせてスッと飛車を回る。中飛車にこだわりすぎないってことですね。スッと飛車を回って飛車交換を迫ると。これがもう非常に4四角か3二飛車がもう組み合わせのセットなので非常に定番の受けになります。ですので皆さんね、五桂長飛車指す方はこれを非常にね、狙ってみてください。で、五桂長飛車をね相手にされる方はこの筋にね非常に気をつけてください。ですので例えば具体的にこの筋を防ぐのであれば、例えば早めに飛車を引いて桂跳ねの形を早めに作っておくとか、こうするとね角出と飛車より回りをいっぺんにさせないので、例えばこれで角がかってくれば絶対次飛車回ってくるんでね、この時に例えばさすがに角の道を止めてなければこうとか、何かこうのんびりね先手もやりすぎちゃうと角出から飛車回りの組み合わせを食らってしまうので、この辺りねこう3五歩同同飛車っていうのは部分的には有力な攻めなんですけれども、居飛車側も注意が必要だよという話でした。はい、続きましてね、これ中盤ですね。中盤から決着まで見ていただこうかなと。今、3八銀と、進んだ局面ですね。そこの中央、うまくこう3筋から反発しまして押し込んでねポイントを少し稼いだんですけれども、その後ね先手の方は王様を固めて、チャンスを待つ指し方で、私の方もね、それに対して王様をじっくり固めてね、一気に攻め込むというよりはまずは憂いをなくしてねという進行でこの局面を迎えました。やはりね駒組みを組み合った段階でこの3筋のねなんていうんですか、力関係が残っているので形勢的には振り飛車中飛車がはっきり優勢ですね。で今、3八銀とこの銀がね使いにくかったんで銀を引いて相手の方がね立て直した局面ですね。こういうふうにね模様がいい時にどうやってね具体的に局面をねはっきり分かりやすく優勢に持っていくかっていうところを見ていただければなと思います。こう押し込んでいるんでね、一番何か駒を持って打ち込めればいいんですけれども、現状もちろんないわけですね。でといってこれを3七歩成とかねもう押し込んでるところを強引に同銀3六銀みたいなこういう指し方はねあまりおすすめできないですね。もちろんこうやって、形勢がね悪くなるとかではないんですけれども、ポイントを上げてる部分をねこうさらに、伸ばしていくって考え方もあるんですけど、相手の方がこうね戦力を集中して受けているところなので、ここを攻めるというよりは逆にここを受けるために薄くなってる場所を狙うという発想ですね。この場合は銀がねこう4八の銀が3八にね立て直したので中央が薄くなっています。ですので3五角とこう使う手がねなんですか柔らかい手ですよね。もうここを一生懸命受けてきてるので3筋を攻めるんじゃなくて押し込んだ場所を生かしていくと。で3五角に対して先手の角田もね角道を避けるために王様を引いていたので角道が上がったんで王様上がったんですが、これで5四飛車と回りましてね、どうですかね、このたった2手なんですけれども非常に攻めの形がね後手の攻めの形がよりはっきりしてきたかなと。次5六同歩同銀となればねこの飛車銀桂を相手にせずに中央だけでね破ってしまうことができます。先手はねそれが分かっていてもこの3六の歩のね、拠点が大きいので解消することはできないですよね。ですので、2六角と、勝負で角をぶつけたんですが、同角同飛車に4八角とね手番をね先に握れるの大きいですよね。大駒の交換の後にで飛車を引いて角を成りまして、これでね飛車銀をほぼ麻痺させた状態にしてから5六歩と突きました。で同歩同銀と、やはり駒がねぶつかってきますとね模様の良さが大きいですね。実際6八金引きと引いたんですが5七銀成と、シンプルに破っていきまして、先手の方がねいかに反撃しようもやっぱり駒の働きの差が大きいですよね。5五歩と打ってこれ手筋なんですが同飛車と自然に取って4六角とね、これもテクニックなんですけれども5六飛車と自然に逃げて5七金に同馬と。優勢な時はねそれほど難しい手はいらないなんて言いますけれどもね、この場合も先手の手に乗ってね、飛車を中央を破りまして、5七同飛車成と、こうなったところでね相手の方の投了となりました。投了はねもちろん詰んでるわけじゃないんです。非常に早い投了に思われるかもしれませんが、いかんせんね駒の働き玉の硬さがね差がありすぎますね。先手の方この飛車銀がもう使える目処がありませんし、私の方としてはね自然に次は、例えば5九竜と入って、8九金を狙っていくと。でもし8九金を受けて、銀のような手をね投入してくれば、金をベタッと打ってもいいですけれども、例えば間違いのない手だとねこう歩を打ってと金攻めとかでもねはっきりしてます。もっと桂馬を使ってもいいと。先手の方はねちょっと駒が使えないので私の銀冠は無傷ということで投了もやむを得ません。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回ね皆様にはねぜひ、五桂長飛車側のねさばきのね角を出て飛車をぶつける相手にする居飛車側からすると非常に面倒ね手強い対策、五桂長飛車側からしとくとあれを覚えておくだけで非常にね急戦策に対して、強くね強気に戦えるということで非
非常にポイントとなるね局面を解説させていただきました。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。